今日はコーヒー牛乳蒸しパンを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はコーヒー牛乳蒸しパンを作りたいと思います。はい、ということで今回は蒸しパンシリーズでございます。今回はですね、コーヒー牛乳味の蒸しパンを作るんですけれども、とても簡単に作れるので、ホットケーキミックスバージョン、そして薄力粉バージョン、この2つご紹介していきます。ホットケーキミックスの方はですね、たったの材料3つで作ることができます。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめにホットケーキミックスバージョンの材料からご紹介します。材料はこちらです。コーヒー牛乳、ホットケーキミックス、サラダ油、こちらの3つの材料で作っていきます。ホットケーキミックスの方はですね、ホットケーキミックスにも甘さがありますのでお砂糖は使いませんが、もし甘めがお好きな方はお好みでお砂糖を加えていただいても OK です。そして使うコーヒー牛乳はこちらです。雪印のコーヒー牛乳です。こちらを使っていきたいと思います。続いて薄力粉バージョンの材料をご紹介します。材料はこちらです。コーヒー牛乳、薄力粉、ベーキングパウダー、お砂糖、サラダ油。薄力粉バージョンはこちらの5つの材料で作っていきます。薄力粉の方は粉類に甘さがないのでお砂糖を加えて作っていきます。そして今回は8号サイズの紙カップを使っていきます。こちら100円ショップに売っているもので、両面シリコン樹脂コートがされているカップになります。こちら必ずね、耐熱性のものを使用するようにしてください。私が使ってるのが100円ショップのキャンドゥさんで購入したものになります。ぜひ参考にしてみてください。このね、紙カップを使うときは、この紙カップだけだとね、生地を入れた時にビヨーンとね、肩が伸びてしまいますので、8号サイズのシリコンカップに入れて作っていきたいと思います。こちらもね、100円ショップに売ってますので、ぜひチェックしてみてください。紙カップをこのようにシリコンカップに入れておいてください。こちらはですね、必ず生地を作る前に準備しておきましょう。それではまずはじめにホットケーキミックスの方から作っていきます。まずボウルにコーヒー牛乳を入れてください。そしてここにサラダ油を加えます。こちらをよく混ぜましょう。はい、OK です。それではこの中にホットケーキミックスをふるって加えます。ではふるっていきます。はい、OK です。それではこちらを泡立て器でよく混ぜましょう。ダマができないようにしっかり混ぜてください。はい、OK です。生地の硬さはこのぐらいです。タラタラタラーっとね、流れ落ちるぐらいです。このぐらいの硬さになります。それではね、今から型に流していくんですけれども、こちらをですね、このように注ぎ口がついた容器に入れ替えて入れていきます。そうするとね、スムーズにできると思います。もしね、こういった容器がない場合は、スプーンですくって入れていただいても OK です。では、移し替えます。はい、このように移し替えてください。この手順を加えるとちょっと洗い物が増えるので、もしね、面倒な時はスプーンでやってください。では用意しておいたこちらのカップに生地を流し入れていきます。だいたい8分目ぐらいを目安に入れてください。ではどんどん入れていきます。はい、OK です。今回の分量でいくと8号サイズの紙カップで6つ分になります。それではフライパンで蒸していきます。まずフライパンの底から1センチほどの水を張ってください。そして火にかけます。こちらを一度沸騰させてください。はい、沸騰しました。沸騰したら一度火を止めます。火を止めるとね、蒸気がバーッと上がってくるので、やけどしないようにだけ十分に注意してください。それではこの中に型を入れていきます。この時もね、やけどしないように注意してください。はい、OK です。そしたら蓋をしてください。そして火にかけます。火加減は中火です。このまま10分蒸していきます。火加減はこのぐらいの中火です。今ね、中火で蒸してるんですけれども、もし途中でお湯がなくなった場合は追加でお水を加えてそのまま蒸し続けてください。では10分蒸していきます。はい、10分経ちました。そしたら火を止めます。では開けます。オープン。じゃじゃーん。こんな感じでパカッと割れて美味しそうに仕上がってます。では中まできちんと火が通ってるか竹串を刺してチェックします。では真ん中を刺します。はい、これでね、生の生地がついてこなければ OK です。そしたらね、フライパンから取り出しましょう。この時やけどに注意してください。ちょっと熱い時はね、少し冷ましてから取っていただいても大丈夫です。は
はい、こんな感じで出来上がりました。表面がパカッと割れる美味しそうな蒸しパンに仕上がってます。それでは型から取り出します。この時もね、結構まだ熱いのでやけどに注意してください。もちろん冷めてからやっていただいても大丈夫です。はい、こんな感じです。そうしましたら少しね、粗熱を取りたいと思います。粗熱を取るときは表面が乾燥しないように上にふわっとキッチンペーパーをかぶせておいてください。それでは続いて薄力粉バージョンを作っていきます。ではまずボウルにコーヒー牛乳を入れます。そしてここにお砂糖、あとはサラダ油を加えましょう。これをよく混ぜましょう。はい、 OK です。では続いてここに薄力粉とあとはベーキングパウダーを振るっていきます。まずは薄力粉、そしてベーキングパウダーも一緒に入れます。こちらを振るって加えましょう。はい、 OK です。そしたらこちらをよく混ぜます。はい、薄力粉のダマができないようにしっかりと混ぜてください。生地の硬さはこのぐらいですね。タラタラタラーっと生地が流れ落ちるぐらいです。このぐらいの硬さになります。それではこちらを型に入れていきます。型に入れるときはこちらも同様にね、注ぎ口がついたこちらの容器に移し替えていきます。では入れます。それでは容器の8分目ぐらいまで生地を入れていきます。はい、型に流し入れました。今回の分量でいくとこちらも同様に8号サイズのカップで6つ分になります。それではフライパンで蒸していきます。まずフライパンの底から1センチほどの水を張ってこちらを沸騰させます。はい、水が沸騰しました。そしたら一旦火を止めます。火を止めるとね、熱い蒸気が上がってくるので、それでやけどしないように注意してください。そしたらこの中に容器を入れていきます。やけどしないように注意してください。はい、 OK です。そしたら蓋をしてまた火にかけます。そして火加減は中火です。このまま10分蒸していきます。火加減はこのぐらいです。はい、10分経ちました。そしたら火を止めます。それでは開けます。オープン。じゃじゃん。こんな感じでパカッと割れて美味しそうに仕上がってます。ではね、こちらも同じように竹串を刺して中まできちんと火が通ってるかチェックします。ではチェックします。こんな感じでね、何もついてこなければ OK です。それではフライパンから取り出します。この時ね、熱いのでやけどには注意してください。はい、こちらも同じようにね、パカッと綺麗に割れました。それではシリコンカップから外していきます。この時もやけどには注意してください。ではこちらも同じように軽く粗熱を取ります。乾燥しないように上にふわっとね、キッチンペーパーをかぶせておいてください。はい、これでコーヒー牛乳蒸しパンの完成です。こんな感じに仕上がりました。こちらがですね、ホットケーキミックスで作ったコーヒー牛乳蒸しパンです。このようにパカッと割れてふわふわに仕上がってます。そしてこちらが薄力粉で作ったコーヒー牛乳蒸しパンです。2つ比べるとこんな感じです。左がホットケーキミックスで、右側が薄力粉です。こちらがホットケーキミックスです。はい、このようにふわふわに仕上がってます。そしてこちらが薄力粉です。はい、こちらもふわふわで、ホットケーキミックスよりは少しね、弾力のある感じに仕上がってます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。手づかみで失礼します。ではまずはじめにホットケーキミックスの蒸しパンからいただきます。いただきます。美味しい。すごくふわふわっとした食感に仕上がってます。そしてコーヒー牛乳の香りもしっかりして、かつ甘さもちょうどよく仕上がってます。では続いて薄力粉で作った方もいただきます。いただきます。美味しい。こちらの薄力粉で作った方はふわふわっとしてるんですけれども、ホットケーキミックスの方に比べるとちょっとずっしりとした食感に仕上がってます。でね、こちらの薄力粉の方は噛めば噛むほどコーヒー牛乳の香りが広がってとても美味しく仕上がってます。甘さで言うとね、薄力粉の方がちょっと甘さ控えめになってるので、こちらの方はね、甘さはお好みで調整してみてください。はい、
ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のコーヒー牛乳蒸しパンのポイントです。まず今回はですね、雪印さんのコーヒー牛乳を使いました。こちらをですね、お好みのメーカーを使っていただいても大丈夫ですし、あとはですね、ご自身でインスタントコーヒー、牛乳、お砂糖、これを混ぜてお好みで作って、そちらを入れて作っていただいても OK です。そして生地を作る時のポイントです。生地を作る時はですね、粉類がダマにならないように混ぜるようにしてください。こちらはホットケーキミックスも薄力粉も同様です。そして甘さなんですけれども、先ほども言いましたが、お好みで調整していただけたらと思います。ホットケーキミックスの方はコーヒー牛乳と、あとはホットケーキミックスの甘さがあるので、結構ね、程よい甘さかなと思います。そして薄力粉に関しましては、ホットケーキミックスの方よりは少し甘さ控えめかなと思いますので、もし甘いのがお好きな方はね、大さじ1杯ほどお砂糖を加えていただいてもいいかなと思います。一度試しに作っていただいて、次回作る時からね、お好みで調整していただくといいかなと思います。そして蒸す時のポイントです。今回はフライパンを使って蒸しました。蒸してる最中にですね、途中でお湯がなくなってしまう場合があります。その時はお水を追加してそのまま蒸し続けてください。今回はですね、中火で10分蒸しました。この蒸し時間に関しましては、フライパンの大きさなどでも変わってきますので、蒸し終わったら竹串を刺して生の生地がついてこないかチェックしてください。もしね、まだ生の生地がついてくる時は、プラス2分ずつ加熱して様子を見ていただけたらと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいので、ぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はコーヒー牛乳蒸しパンを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。